皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年5月21日火曜日です。今回の動画は先週の5月15日の日に造影剤を入れた CT を取りましたので、その検査の結果と本日血液を取ってその検査の結果ですね、それをお伝えして、そしてこれから先どのような日程で進んでいくのかというところもお話ししていきたいと思っています。最後までよろしくお願いいたします。早速ですけれども、先週取った造影剤を入れた CT の検査の結果はどこにも転移が見られないということで、今のところ順調に来ているよということを先生に言っていただいてほっとしました。ここまでは良かったんですけれども、本日の血液検査の結果が今までになく一番悪かったです。それをこちらに、データを出します。見ていただいて分かるように、いつもなら白血球の値が、下がるというのは分かるんですけれども、今回は赤血球の値まで、基準値を下回ってしまったということもあります。で、5月7日の日に、投与前に抗がん剤投与前に血液検査をした結果がものすごく良かった、基準値内に全て入っていて万全の調子で臨めたんですっていう話をしたと思いますけれども、その血液のデータがですね、今回は一番悪いところまで起こっていました。で、6回目の、副作用がものすごく強かったこともあって、骨髄の抑制も、今までになく強かったんだと思います。ということで、白血球だけでなく赤血球まで、低下してしまったということです。ということで、先生はこの血液検査の結果を見ると、経過観察行きましょうというふうにゴーサインは出ないねということを言われてしまって、来月ですね、ちょうど1ヶ月後6月の18日の日にもう一回血液検査をして、完全に、基準値内に全部収まっていたら、そしたら、経過観察の方に移行できるんじゃないか、安心して移行できるんじゃないかというふうに言っていただいたので、また、血液検査をしに来月行くことになりました。ということで、経過観察になりましたって今回は言ってみたかったんですけれども、その言葉は来月に持ち越しという形になります。こんな感じですね。本当にそれが残念です。ですね、それから、今回ですね、主治医の先生がご解任ということで、病院を、ちょっと離職されるんですね。ということで他の先生に代わられるということなので、今の主治医の先生に今のうちに、聞きたいことを聞いとかなきゃと思って、伺った内容もこれからちょっとお話ししてみようと思います。私は12月の日に12月に手術をしたんですけれども、それから以降どうしても傷の具合が心配で、今まで今日に至るまで腹筋運動というのをしてこなかったんです。ウォーキングとか足の筋トレとかはしてきましたけれども、腹筋を運動するっていうことができなかったんですけれども、先生に聞いたらもうしていいよ、全然大丈夫だからしてごらん、無理しない程度に最初少しずつ始めて、様子見ながらやってねって言われたんで、今日はこれから腹筋運動もしていこうと思っています。そして、味覚に関してなんですけれども、味覚もどのタイミングで戻るかっていうのは先生もそれはちょっとわからないね、人それぞれだね、それもそうだねって言われて、コメントから皆さんからいただいたコメントを読んでみると、抗がん剤をやめて1ヶ月から1ヶ月半2ヶ月ぐらいでは味覚が戻ってきたという方が多かったので、私も6月末から7月頭ぐらいまでには戻ってくるかなというふうに今楽しみにしているところです。で、あともう一つ、手足症候群に関してです。
手先も足先もやっぱりしびれ具合があって、特に左足の足先から土踏まずに至るまで、これがしびれた状態が続いていて、赤く熱を持っている状態が今も続いています。でこの状態がいつになったら治るのかということも先生に聞きましたけれども、これに関してはやっぱり人それぞれ、個人差があって、半年ぐらいで良くなる方もいれば、ずっと治らない方もいるというふうに言われました。まあ仕方ないですよね。これはしょうがないかなと思います。ただ、これ以上強くなることはないそうです。抗がん剤をまた新たにし始めた時とか、しなければいけなくなった時には、また、それなりの、手足症候群の悪化ということがあり得るかもしれませんけれども、抗がん剤を打たない限りは今の状態から悪くなることはないので、様子を見ながら、自分で、運動してくださいというふうに言われました。で、できれば、もうなくなってほしいなと思いますけれども、これもこれで仕方ないのかな、副作用後遺症っていう形ですね。そういうふうに思います。で、あとはそうですね、髪の毛に関しては、実際に、今までもお見せしましたけども、6回目終わって、2週間経ったわけですけれども、前に見ていただいた時とそれほど変わらないと思いますけど、いかがですか？でやっぱりこの生え際とかは残っていますけれども、この辺だいぶ薄くなってますよね。で、これから先、私の場合はウィッグをかぶらずに、来ていますけれども、ウィッグをかぶっている人もそうですし、私の場合は帽子をかぶっていますけれども、帽子をかぶっていても夏場ってどうしても蒸れるじゃないですか。で蒸れた時に、汗もとかができた時に困るから、先生前に言われていたスカルプ用の薬剤みたいのを最初からもらっとくことできませんかっていうふうに話をしたんですけど、もし使わなかったらもったいないでしょって、そうなった時に来なさいというふうに言われたので、そうなったら病院の方に行って処方してもらおうかなと思いますが、基本的には家にいる時は帽子をかぶらないで、できるだけもう汗をかかない状態っていうんですかね、サラサラした状態、清潔を保つということが必要だというふうに言われましたので、今は撮影してますから、かぶってますけれども、家にいる時は私もほとんど、帽子はかぶらずにいます。ただ外出する時は紫外線も強いので、皮膚ですね、毛根とか傷めてしまうといけないと思いますから、かぶるようにはしています。こんな感じですね。皆さんどうされているのかなと思いますけど、夏場を初めてこういう状態で過ごすので、これから先気をつけていきたいなと思います。特に私は汗っかきなので、ちょっと気がつくと蒸れてしまいますから、清潔に保ちたいなというふうに思っています。で、あとですね、むくみに関してなんですけれども、以前ですね、リンパマッサージをどのようにしてますかっていうふうにご質問を受けて、どのようにしてるかを教えてくださいって言われたことがあったんですけど、ちょっとそれが、ご回答できないままにありましたので、また近々ですね、私の教えてもらったリンパマッサージの方法をお示ししてみたいなというふうに思います。というのも、ここ先週ですね、外に出ていることが多くて、5日ぐらいちょっと旅行していたんですね。でその時に家ではベッドを介護用のベッドみたいにリクライニングができるやつを私使っているんですけれども、足元を高くして、むくみ解消のために足元を高くして、寝ているんですね、常に。なんですけど、外に行くとそうもいかなくって、足の方に降りていってむくみが激しくなって、でちょっと痛みが出て眠れない時が何日間かあったので、帰ってきて見てみたら、右足と左足のふくらはぎの太さが目で見てもはっきりと分かるぐらい違っていたんですね。なんで先生にそれを言って見てもらったら、先生今妊婦さんなので、私の方のむくみの方が激しいからこの程度じゃ大丈夫って言われたんですけど、それでもやっぱりむくむの良くないので、
むくみ外来というのもあるようなんですが、保険が効かなくて、90分で6000円ぐらいかかるっていうふうに言われたんですね。それでもそれをやった方が良ければやるんですけれども、とりあえず1ヶ月様子を見て、でリンパマッサージをして、特に保湿をしっかりしなさいっていうふうに言われて、であともう一点、私これから皆さん気をつけた方がいいと思うんですけど、夏サンダルになる方いると思うんですね。でサンダルだと素足で履きませんか？で先生に抗がん剤をやって手足症候群になっているようなこういう足の人は絶対に素足でサンダルとか履いちゃダメよって言われました。やっぱり雑菌が入りやすくなるので、必ず靴下を履きなさいね。そして保湿はしっかりしてね、ふくらはぎもしっかりたっぷり塗ってマッサージしてねっていうふうに言われたので、これはもしむくみに困っていらっしゃる方がいたら、夏場でもですね、しっかり保湿をしてでマッサージが欠かせないということを、覚えておいていただいた方がいいかなというふうに思います。で、近々ですね、その私の、聞いた内容の、リンパマッサージの方法もお示ししてみたいと思います。これは病院によって多少の違いはあるかなと思いますので、ご自身の言ってる病院のやり方でも構わないんじゃないかなと私は思います。ただコメントで教えてくださいと言われていたので、それを一回はお示ししてみたいなというふうに思っています。あとはそうですね、こんなところかな。今日は新しい知識としてはそんなところですかね。で経過観察っていうのは来月になって経過観察になりましたって言えた時にはですね、私の病院は、3年の間は、3ヶ月に1回で、それ以降は半年に1回で、1年に1回 CT を取るということが、決まっているようです。なのでそういう形になるんではないかなというふうに思います。ただ、先生から、言われたのは、一回こういうふうにがんをやって抗がん剤をやって全部、滞りなく、順調に来たけれども、再発っていうことは絶対ないということは言えない。でそれは先生、胸ですか肺ですかって聞いたんですけど、それはどこに飛んでるか分かんないから、内臓のどこかに飛んでる可能性は絶対あるから、だから再発があった時にはその5年という卒業がリセットされてまたゼロからになりますというふうに言われました。私の場合は運よくですね、手術も成功して、抗がん剤も6回6クール全てできましたけれども、それでもやっぱり再発のことは頭から話しちゃいけないんだなというふうに思います。5年の中で、また再発っていうことは言葉を聞かなくていいように、なんとか頑張りたいなと思いますけど、これ頑張りますって言っても頑張りようがないのが、がんなのかなと思いますけれども、気をつけてはいきたいなというふうに思います。次回ですね、6月の18日に本当の意味で、経過観察になりましたって言えるといいなと思いつつ、今回の動画は締めくくりたいと思っています。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。